体一つで世界を渡り数々の伝説を残した男が YouTube に現れ謎に包まれた男ベールを脱ぐ。おっ、日進月歩塩田正宏です。挨拶変えました。石渡さん突っ込んだよ。いやなんかようやくね YouTube 始めて1年経つんですけども、ようやく慣れてきました。で、挨拶こんにちは塩田正宏ですだとやっぱ先生の緊張もほぐれなかったりね、真面目な人が多いですからちょっと YouTube 的にもっと盛り上げていこうかなと思いまして挨拶を変えました。で、本日達人に習うシリーズであうん会の阿久澤先生に、お越しいただいてるんですけども、すごいんですよ。とりあえずすごいんです。どうすごいんですか？今日の先生はですね、硬いんですよ。手も硬いんですよ。で、僕たちはこう別の肩甲骨とかそういうとこを使って体を動かしてますけども、で、僕この前一緒に稽古して驚いたのがこの棒ですよね。火の用心じゃないですよいや、これ先生から言われたの今ね言いましたけどねコラボでですね、先持って先生、これさすがに僕技かかんないんじゃないかって思ったんですけども、見事にね技をかけられたんですよ。今日は驚いて、私もね今日、撮影すごい楽しみにしておりました。これから先生いらっしゃいますので、ぜひ楽しんでいってください。ね、はい、阿久澤先生、今、隣にいらっしゃってるんですけども、この自己紹介考えるのにもうめちゃくちゃ考える方なんで、もう登場していただきましょう。どうぞ先生、よろしくください。ちょうどマイクが入る。本当ですね。いいタイミングで入りましたね。先生、自己紹介お願いします。あうん会の阿久澤と申します。ですね、あうん会の阿久澤って言っても多分、これ見てる人たちもね、そんなにというかほとんど知られてないでしょうから、ちょっとしたじゃあ私のそのいきさつですか、はい、そういうのをちょっと喋りたいんですけど、はい、最初はこう若い頃20代はその中国美術ですかね、それでも都市格闘って言って、散々のそういう、殴るとか蹴るとか投げるとかそういった少し、競技的な都市格闘をちょっと経験しまして。まとめるとに属してないで自分でこう会を作られたわけなんですよ。体の構造が重要でっていうことが分かっていらっしゃって変えていくために会を作っていらっしゃる。阿久澤先生は海外に、誰もこう最初お弟子さんがいない中行っての体一つでこう試してきた方なので、日本ではあまり知られてる方がいないと思うんですけども、その実際にこう体を一つでこう指導してきて海外の方を黙らせた経験がある方なので、そこの技をですね、ぜひ今日は伝えていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回一つ目は35からずっと回ってたんでね、もういろんな人たちと経験しながら、自分も作った時と今とじゃまるっきり体の構造が変わってるんですよ。はい、で、私自身例えばスポーツで、一般的に30代後半ぐらいからスタミナだとかスピードだとかパワーだとかが衰えると通常スポーツで引退。武道は障害武道としてまたやっていくには、その考え方も変えなくちゃいけないし、鍛錬の仕方とかそういう要はマインドを変えていかなくちゃいけないんですね。それを話し出すとも1週間ぐらいかかるんで。だと思います。ですからちょっとそこを端的に20秒ぐらいで喋りたいんですけどね。いろんな解釈があっていろんなことを世間でいっぱい言われてます。でも私のあくまでも観点では、結局は自分の体を深く認識して意のままに操る、融通の利くような体ですね。例えば肩をリラックスしなくちゃいけないとか、腰をリラックスだとか、仙骨を締めてとか、腹を作ってとか、足腰を鍛えてとか、いろいろなものが内蔵してるんですよ。ただその内蔵してるものを部分的に鍛えるというより、じゃあ相対的に最終的にはそれらが瞬時にまとまって動けるように、そういう訓練をステップバイステップで教えてるわけなんですね。だから今日は最初はですね、このスティックなんですけど、最初からこれこれ6尺棒をですね、ノコギリで切って
ちょっと私がね、こうドラムじゃないですけど、叩くわけじゃないんで、それは海外だと例えばこんな硬いやつじゃなくて、スクリーマーとかシラットとか、あと、こういう棒術ってありますね、はい、でそういう先生たちとも一応交流があるんで、そういう人たちともやったんですけど、この棒で練習することによって、要はなんか叩いてどうのこうのではなく、体のつながりとかも勉強できる。もちろんテクニックがいっぱいあります。まあ私は合気上げとか上げてって言われてるのも昔は勉強しましたけど、まあそれだといろんな解釈があるじゃないですか。はい、だけど一応合気道を教えてらっしゃるし、正座、はい、立つ、歩く、もうこのシンプルな、はい、動作を集約して、はい、私なりの解釈でどういう考えを鍛えてるかっていうのをちょっと紹介しますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。やりながらちょっと説明しましょう。はい、ね、もうこう技を例えば技をこうなんか受けて、そうやってこうやってこうやって倒したり、なんかこう掴んだからってスッて言ってこう倒したりね、打撃もなんかこういろいろやったりすると危ないので、ちょっとこう、はい、まず面白いんですよ。もうどんどん、はい、正座からですね。ここから、昔でしたらここから例えば殴ってくるとかこうやって蹴るとかね、打つとかいろいろあったんですけど、とりあえずこの正座の姿勢ですね。みんなやってると思うんですよ。でこの正座で塩田さんどこを注意していつも正座としてますか？肩の力を抜いて、その地の力を、感じて正座します。そうですよね。でまず正座の作り方からですね。まず私今立ってます。はい、で塩田さん座ってますね。で正座の作り方も本当だったらこう膝からつくんじゃなくて、こうお腹をパッて開いて閉じて、でゆっくりこう座る。で立つ時もこう立っちゃうとくるんで、立つ時も胸を引っ込めてここからこう立つ。はい、まあこういう、シャドウを一番最低限にしてるんですね。こうやって立ってこうやって技をこうかけたりとか、いろいろ技術はありますけど、こういう書道とかこういうのを作りたくないわけですね。ここをなるべく何にもなくして、このお腹を使ってスッと立つ。でこういうふうに、歩いていくっていうシンプルに、はい、でそれがどこが大切かって言ったら、この鼠径部ですね、骨盤ですよね。で一つちょっと実験しますけど、はい、こうやった時に荷重がかかるとどうですか？骨盤を緩めるしかないですよね。はい、こうやって例えば前へ立とうとしたら、はい、ちょっと前へ立とうとするとこれ結構しんどいですよね。そうですね。でここの鼠径部を緩めることによってどうですか？これが消されるんじゃないですか。はい、ですよね。と、いうことは正座の時に一番大切なのはこの骨盤のところと、この骨盤のところと顎を少し引いて、顎がちょうどこの丹田でちょっとこう、骨盤が少し気持ち前傾になって、で一番大切なこの背面ですね。背面を緩める。緩める。緊張しないでね。はい、でこの状態が一番フラットなんで、ここからいろいろ動かす。ここからいろいろこういう動作をしている。すべてお腹からですね。こう足から動作をするんじゃなくて、お腹のところから動作をする。例えば打ってくれば、こうやれば、ね、はい、別に私はただ今ちょっとこう引いただけですよね。はい、で戻りますね、こういうふうに。よりシンプルにしたいわけですよ。こう一人って、こうやってこうとかこうとかこうとかしないで、バッとしたらこう、でこれだけですね。まず一番シンプルなのはこういうことです。で、この正座があって、次はちょっと一般的な合気上げみたいな。肩をこんな上げる状態ってないですよね。はい、みんな肘を下げろとか、はい、指先を張れとか、手を開けとかいろいろありますけど、はい、こうやって上げちゃうんです。そうするとちょっと私のお腹触ってみてください。もうこういう状態ですよね。はい、この状態のまま今度は上げてお腹に落ちる。こういう状態ですね。そうすれば、はい、もうあとは捕まえた時はどうにでも、こうするとただのなんか普段のそういうね、いろんな先生がこう投げる合気って見えるんですけど、実際はここから来てるわけですね。ちょっと感じないと思うんですよ。なんでかって言ったら、
ここからさあ肩を緩めました。はい。だけど篠田さんが思いっきり押さえた時には、はい、緩めた肩だけどどっかしら発動をしなくちゃいけないじゃないですか。はい。だけどどうですかね、私の押さえた感じは。今は脱力なさって。今脱力ですね。はい。で次はさっき言ったように、骨盤の方にぐわーっと押し込んでお腹に圧が入ってるんですね。はい。そうすると多分押さえられたところは変わってないと思うんですよ。変わってないです。でちょっと今度胸のところ少し触ってみてください。こう先生ですか？最初と違いが分かんないんですけど。分かんないですか？こうですね。まあそうですね。引っ込んでますね。でこれをまあ大げさに言うと胸、みぞおち、骨盤でこの状態でまあ柔らかくねやるだけで。でまあここまでは多分いろいろ皆さんもいろんな解釈でやってると思うんですよ。で次ですね。あくまでも実験のサンプルで考えてください。でここからだいたいほとんどの状態が始まりますよね。ここの状態って。じゃあこれをここにした場合どうですかね。これね、はい。この先生にかけられた時に、まあ合気上げっていう感じではないんですよ。ここの場合とかはいっぱいありますけども、ね、先にね、先生面白いことを言って、チャンネル変えられないようにね、両手でも押さえたり、ここのところでも押さえたり、もう結構しんどい姿勢でやっても先生崩せるんですよ。で、それに必要なのが今の姿勢っていうことで、最初姿勢話してもちょっと分からない部分があったかもしれないんですけども、それをやるにはさっきの姿勢が必要ということで、まあ、今からかけていただけるということですよね。そうですね。その前にまず自分がちょっと体験して、はい、まあこの姿勢ですよね。なんでかって言ったら結局この腰骨ラインの方に私がわざともう前傾になって体重をちょっとかける感じで、はい、ここに押してるんだから、ここから私に影響力を及ぼすように、はい、手を上げてこなくちゃいけないわけですよね。はい、ちょっとやってみてください。まあこねこねしても結局ちょっとぶつかるのは当たり前ですね。はい、こんなところなんですから。ここからだったらまだこういうサイクルの流れがあるんで、手がここでっていうのは一般的には見るんですよ。ただここっていうのは、柴田さんが思いっきり体重をかけてるわけですから、それに対して前へ行くことはできないんですね。そうですね。でここでちょっとですね、あんまり言いたくないんですけど、はい、言ってください。言いたくないんですけどね、まあぶつかる、相手とぶつかる、拮抗するっていうことはいっぱいいろんな人言ってますね。拮抗したら抜いちゃダメなんです。もう拮抗してリラックスしたんじゃ本当だったら押し込まれちゃうんですよね。で拮抗したものをお腹に吸い上げちゃうんですよ。おおでだからその吸い上げるとか吸い取るっていう感覚がちょっとなかなか日本ではちょっとね、海外でもそういうのがないんでちょっと違う方に、でね、最初から分かってたの。カメラそこ危ないだろうなって分かってたから、もう俺分かってた。最初から分かってた。気をつけてね。気をつけます。まあこれはこれが自体は技術じゃないんですよ。こういう構造をちょっと知っていただくっていうことですね。もう体でやってるってことですか？そうですね。これ技術になっちゃうともう枝葉なんでいろんなテクニックになるんですけど、例えばこれを普通にこう上げるっていうのは一般的な合気上げとか上げてっていう理屈では分かるじゃないですか。だけどちょっと上げてみてください。こうやると拮抗しますよね。で今度なおかつここでやったら全然拮抗しちゃいますよね。で拮抗するっていうことはいつももういろんなところで言われてるように力をどうしたってリラックスしたって相手に影響力がなかったら実際の時はそれは突きだろうがこういうなんていうの投げだろうが合気だろうがやっぱり影響力がないんですよ。でここでは海外の人たちがいる時は言葉が分かんないんでもうリアルに結構来るわけですよね。でこうやって押さえてこう押さえますよね。で篠田さん結構力強いですね。押しちゃった。ごめんなさい。すいませんね。押しちゃったね。ですごい力が強いとかえって私からするとさっき言ったの肩が上がる。でお腹が動く。ちょっとお腹が。でこれがもう本当だからまあこういう
力の強い人が思いっきり押さえた時ね、これ1対2ですよね。はい。これだと私が60キロちょいなんで、絶対無理なんでね。でその時にさっき言ったこの中だけをずらすんですよ。ね、これね、見てる人わかんないですけども、はい。どうですか？細田さん初めてじゃないですか。やばいでしょ。やばいです。やばいですよ。勢いがね、でも重いくるんですよ。で、これはごめんなさいね。これはリラックスしてベクトルとかそのリラックスした方向で相手をこう吸い付けたりするのとはもうまるっきり別物で、相手の力を自分の中に溜めるっていう概念がないとダメなんですよ。これは海外の場合、例えば押し込まれた時にはもうリラックスしていろんなところを緩めて肩だ、肘だ、手首だって言っても、もう全然突破口が開けないんですよ。だったらこうやって押さえてきて、ぐーっと押さえたときに、この溜めたのをまずお腹だけで、このお腹だけでこう、っていう感じでやるわけですよね。そうすると手がもう上げてじゃないじゃないですか。私上げてるんですよね。普通だったらこういう状態ですよね。こういう状態ですね。でこういう形になってこういうふうになるんですよね。だけども上げてじゃないんですよ。お腹なんでこういう状態ですから、だからもう上げることが目的ではない、内部の伝達の練習になっちゃうんです。まあここはちょっと私なりの今までの考えなんです。まあちょっと最初 YouTube の依頼を受けた時に全然分かんなかったんですよ。先生もちょっと説明があまりうまくなくて上手じゃないんですけどね。技すごいんですけども分からなかったんですよ。で実際この先週お会いしてでもう押しただなんてこれ本物ですかねみたいなこと言ってましたからね。今受けてみてね十分分かったと思うので、やっぱ手触れてみないとやっぱ分からない部分があるんで、こういうねだから YouTube の撮影が楽しいんですよ。でもね分からないんですよ。どうやら今みたいにあれ内臓ですか？内臓って言って外側の筋肉は一般的に言われてるようにただこうやって姿勢を正してこうリラックスしてるだけじゃないんですよ。もう相手の力がかかった時に、力がかかった時にこのかかった力をリラックスしちゃうと思い切って押し込んでますよ。こうなっちゃうんです私も。だから力がかかった時にもう内臓がぐーっと働いて、この段階でもう力を自分の中の一部にしちゃうわけですね。そうすると来た時にこういうふうにねほんとちょこっとしかやってないです。私今これだけしかやってないんですよ。先生なんか今までの動画通りこのなんかバシバシみたいな感じには確かになっちゃうんですけどでもすみませんね、なっちゃったね。実践的ですね。例えばこう決められた練習ではなくて僕たちはここでこう固定して強く持つっていう練習をしてきましたけども、今の場合ってこう結構押してきた時とかいろんなパターンに対応できるわけですよ。でさっき僕も先生に持たれた時はいなすような持ち方をされてるから合気道の稽古だともう固定して練習するとか、そういったパターンが多いんでなんでしょう、押したり引いたり、どういう方でもこう一瞬でやってしまうんではないかなと感じております。ですね、ここでは後でちょっとオフレコではね、奥義を言いたいけどちょっとなかなか難しいんですけど、オンラインサロンでお願いします。オンラインサロン奥義というよりもう実際これがオンエアされて流れれば、今の YouTube なんかスローでも見れますよね。だけど、仮に見たとしても、中の活動っていうのが分かんないですよね。例えばベースボールのイチローさんが私のバッティングをビデオリサーチで解析しても、速い球に対応するんだから微調整が必要なわけですよ。ということは私がやってることっていうのは、抑えられようが何しようが、打ってこられようが何しようが微調整でやってるんで正解がないんですよ。正解がないからこそそういう自分が縦横無尽にこう融通の利くような状態をしていくわけだけど、それにはちゃんとした理論もあるんですよね。例えば抑えるっていうことはごめんなさい、抑えるっていうことはここなんで、ここに抵抗ある時にこう抑えてるわけでしょ。
でこれを例えば私はこうちょっとやれば今度下に行きますよね。今私の肩と上体がいってるわけですから、はい、そうすると本来これ上げなくていいんですよ。本来だとこれでいいわけですよ。ですね。そして技術っていうのはもうこういうふうにもう持たれた瞬間にことが終わってないとパッとこの時にもうことが終わってないと、この時に例えばっていうふうにもう打ってるんだったらこれで終わってると、これで終わってないとダメなんですよ。だから実際はコンマ何秒の時にはもう触った感触の皮膚感覚でもそれ全てそういうのを感知しないと、抑えられました、ここを緩めました、でこの方向性は弱いですっていうのは相手だってどんどん変化しちゃうわけですよね。本当ね。だからそれをやるためにさっき塩田さんに言ったどこに力のモーメントのエネルギーがたまるかで、どこを使うか。例えば私だったらフロントとバックはただ胸を胸椎をこうやるだけじゃなくて、こうやってる時には溝打ちとここのところがこう相反して引っ張るような状態を作ってるわけですよね。でこの状態がさっき言ったこういう立つことにもつながっていくわけです。はい、だからちょっとその辺が、まあ深く習いたい方は来ていただくしかないと。そうですね。確かに立ち方だけとか見たら多分まあそれだけだと分かんないですけども、今のその立ち方であったり、まあ、全てこう考えられた動きなんです。なので、まあ、それができたら今みたいにこう伝わる、宣伝していただいたので僕の方も宣伝すると、そういうこうトレーニング方法があるんですよ。でこの前僕も教わってトレーニング方法でびっちりね背中がピシャッとこう決まったんですよね。はい、そうですね。でそれだけをやるとね、視聴者の人全然分からなくて、それだけで多分1時間ねこう顎直して押すみたいな感じでやってると伝わらないんで、まあ、そちらはオンラインサロンの方でちょっと紹介させていただきますが、ねまだ動画は続きますが、ちょっとご理解していただけたでしょうか。どうもその関節とかではないこの内部の部分でこう動かしているようなので、まあ、それでこう合気につながるものがこうできると。で上柴森平先生はその杖の先を持った人を何人もこう動かせたんですよ。いろいろな達人の方がいますけども、それってなかなか難しいんじゃないかなと思って、上柴先生にしかできないのかなと思ったんですけども、ですから今日私がその棒でちょっと、そうですよね。まあ、私はその相手とかもその芸術の、ね、上柴先生のあれを見たりとかそういうのも分かんないんですけど、結局今は手首を持たれるとか、まあ、どこを持たれるっていうことで体ですよね。ですけど今度は実際ちょっとこれ次の動画にしましょう。はい、ね、これを持って先を持ってこう投げられるってのは、上柴先生の技とかもこうそういう感じでやってたのかなってちょっとヒントが得るようなことができたので、それはまた次回の動画で説明していただきます。バイバイ。